皆様こんにちは。今回は新車で買ってから約4年乗っているスイフトスポーツの感想をお伝えしようと思います。いよいよ ZC33S の次期モデルがおそらく2023年の今年にも発売されるとの噂が出ているので、新車で33を買うなら今しかないので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。早速なんですけど、まず運転しててめっちゃ楽しいこの車なんですが、車重が990キロと軽いため運転がめっちゃ楽です。重い車だとハンドル曲げてもなんかもっさりした感じあると思いますが、スイスポは軽いのでハンドルがめっちゃクイックで自分の思う通りに運転できます。イメージで言うとゴーカートみたいな感じです。また軽くてターボもついているので加速がびっくりするぐらい速い。アクセルベタ踏みしたらホイールスピンするぐらい加速力あるので、初めて乗ったらびっくりすると思います。またトルクもあるのでマニュアル初心者でもエンストしにくいです。せっかくスイスポ買うしマニュアルにしようかなと思ってる方めっちゃ多いと思います。ただほとんどの人が免許取ってからずっとオートマでマニュアルの運転できるか不安でしかないと思ってる人めっちゃいると思います。僕の場合マニュアルの免許取ってから12年間オートマに乗ってて、その間一切マニュアルを運転したことなかったんですが、正直ずっとマニュアル車に乗りたくて、次車買うなら絶対にマニュアルにしようと決めてまして、その時に迷ったのが86とスイスポだったんですが、自分の収入的にも新車で約200万円で買える価格がお手頃なスイスポしかないなと思って、ディーラーでマニュアルのスイスポを試乗させてもらいました。正直12年ぶりのマニュアルだったので運転できるか不安だったんですが、エンストせずに乗れたので、マニュアル初心者の方やずっとマニュアルに乗ってない方にもめっちゃおすすめです。クラッチも軽くてほんとエンストしにくく、結構雑にクラッチつないだりしても全然エンストしないです。例えるならなんかクラッチついてるオートマに乗ってるような感じですね。教習所の車がめっちゃ運転しにくかってもスイスポなら余裕って人多いと思います。走りの性能ですが、純正の足も元からモンローのサスペンションを使っためっちゃいい足が標準でついてくるので、ハンドリングはめっちゃいい感じです。純正のままでもサーキット行けるぐらい調子よくできています。ただし純正の足の微妙なところとしては、車高が SUV かなってぐらい高いところですね。純正のホイールとこの高すぎる車高のため、スイスポ買ったらすぐに車高調とホイールを買って外した純正はアップガレージに売りに行く人めっちゃ多いです。なのでスイスポ純正のホイールとタイヤは買おうと思えばヤフオクとかにめっちゃあります。それぐらい皆さん純正車高が高すぎると思ってます。そんなに気にならない人はそのままで十分楽しいので純正でもいいと思います。僕の場合は3年は純正で乗ってて、車検が終わってから人生で初めて車高調を買って車高を下げたんですが、見た目めっちゃ良くなって走りの性能と乗り心地が良くなりましたが、下げたことによって正直フロントバンパーの下をめっちゃするようになって、極端に急な坂のある駐車場とか絶対に入れなくなったので、車高を下げると結構不便になりますね。見た目を取るか実用性を取るか、ダウンサスじゃなく車高調なので、ディップするのが嫌な方は車高を上げればいいだけですね。またスイスポには標準でセミバケットシートのような椅子がついてきます。しかもヒートシートまでついているので冬とかめっちゃ暖かいです。ただしレカロシートとか本格的なものに比べると正直微妙なので、多分そのうちシート交換したくなると思います。というか僕の周りの人大体レカロかブリット買ってます。買い替えたくなる理由は他にもあって、純正シートだと座高が結構高いです。純正の椅子には高さ調整機能があるんですが、それを使って一番下に下げたとしても結構座面が高くて、もう少し目線を下げれたら調子いいのになとスイスポオーナーはみんな思ってます。普通に乗る分にはむしろ座面高い方が運転はしやすいと思うので、気になる方は椅子交換してください。内装に関しては正直同価格帯のマツダ車と比べると安っぽいというか安いです。先ほど言ったヒートシーター付きのシートや結構いい足を標準で入れて走りに特化したせいで削れるところは削ってるからだと思うんですが、内装は全体的に安いです。個人的にずっと思ってるのが、使われているプラスチックが安い感じがしてダッシュボードのところとか気になりますね。あとはドアハンドルの安そうなこのメッキ、こちらの安い見た目のサイドブレーキ、あとはこれ買ってから気づく人多いんですが、こちらのスイフトスポーツには室内灯が1つしかなくて、今時軽自動車のワゴン R でもついている後部座席の室内灯がなぜかなかったりします。これがないことで夜の後部座席が結構暗くて車内が見えづらいので不便なこと多いです。あと純正の室内灯もめっちゃ暗いので LED タイプに交換しないと暗すぎて夜見えないですね。
今言った内装に関しては社外パーツが無限に売ってて何とでもなるので、気になる人は後からカスタムすれば何とでもよくなります。僕の他の動画を見てもらえれば今言ったデメリットを解消するカスタムを紹介していますので、ぜひ見てください。お願いします。内装の次はエクステリアですが、個人的に100点じゃないかと思います。ほぼ純正で仕上がってるので、変にパーツつけなくてもそのままでシュッとしていて見た目はめっちゃいいと思います。そこまでお金をかけずに見た目を少し良くするとしたら、僕がやっている純正のボーヌアンテナをフィンタイプに変えるカスタムとか、ヘッドライトの見た目を変えるアイラインカスタム、これするだけで見た目はさらに良くなると思います。個人的にアイラインはノブレッセのこのアイラインが一番好きですね。ただしこちらのお車ですが、塗装がめっちゃ弱くて飛び石傷とかできやすいです。僕の場合は飛び石以外にはリアのスイフトスポーツのロゴが3年ぐらいで剥げてきました。オフ会行ってもリアのロゴが剥げてる人よく見ますね。また外国の方からも結構コメントをいただくんですが、塗装めっちゃ弱くないかみたいなコメントめっちゃ来るので、世界中どこのスイスポであっても塗装は弱めなのかもしれないですね。さらに色を塗っていない箇所の未塗装樹脂もめっちゃ劣化します。納車された時は普通に綺麗なんですが、時間が経つにつれて白く劣化していきます。ある程度白くなったとしてもワコーズのスーパーハードとかである程度は元に戻りますが、元から劣化させないことが一番いいと思うので、未塗装にしろボディにしろ塗装が少し弱いと思うので、お金かけてもいいって方はプロにコーティングをお願いして綺麗な状態を保つのがいいかなと思います。3ヶ月ほど前に今流行りのルミナスのセラミックコーティングを愛知県の刈谷にあるプラスさんという最近話題のお店で施工してもらいましたが、分厚いコーティングのおかげで塗装面が守られて、さらに撥水がえぐいことになって洗車しても水が自然と落ちるので、これまでの10分の1の時間で拭き上げできるようになったので、コーティングはおすすめですね。正直コーティングは安くはないですが、ボディの保護にもなって洗車の時間も大幅に短縮できて、さらにツヤツヤの状態を維持できるので、何かしらのコーティングをすることをおすすめします。次に収納性能に関してですが、めっちゃ入ります。後部座席を倒せばロードバイクも運びますし、スノーボードみたいな長いものも入ります。さらにこのお車パッと見2ドアですが、後ろにもちゃんとドアがありまして、86とかの2ドア車みたいにわざわざ椅子を倒して後部座席に乗り込む必要もないです。後部座席ですが、僕は身長178センチありますが、頭が当たることもなく快適に乗れます。足元はめっちゃ広いとは言えないですが、十分なレベルなので5人乗るとなるとしんどいと思いますが、4人なら快適ですね。スイフトスポーツというぐらいなんで走りに特化してますが、後ろにもドアがあるのでスーパーで買ってきたものを後部座席に置いたり、後部座席を倒すことで荷物もめっちゃ乗るのでお買い物カーとしても使えますし、チャイルドシートも付けれるのでファミリーカーとしても全然使えると思います。冒頭で話した純正車高が高いデメリットですが、お年寄りを車に乗せるときは椅子の高さがちょうどいい感じなので、親の介護する世代の方も購入候補に挙げていいんちゃうかなと思います。安全性能に関しては今発売中の3型では標準で自動ブレーキなどのセーフティー機能がついています。サーキット走る予定ある人とか、車庫帳入れてベタベタに下げたい人、車外エアロつける予定の人はセーフティーがあることでいろいろと制限されてパーツつけれないとかあるので、セーフティー付きを買うと後悔しますが、サーキットとか行かないような普通の人ならセーフティー機能めっちゃ便利です。これまで4年間乗ってきて自動ブレーキがかかったことはめったにないんですが、セーフティーパッケージについてくる ACC アダプティブクルーズコントロールがめっちゃ便利です。 ACC なんですが、昭和の時代からあるクルコンでは設定したスピードで一生走ってくれたと思いますが、 ACC なら例えば80キロに設定しても前の車が減速したらこっちもスピードを自動で落としてくれて、前の車と一定の間隔を空けてその車についていってくれます。逆にもし前に遅い車がいてその車が左車線に寄ったら設定した速度まで自動で加速もしてくれます。オートマなら全車速追従機能があるので止まるまで自動でやってくれます。前の車のスピードに合わせて自動的にスピードを調整してくれるので高速で使うとめっちゃ楽です。なので遠出することが多い人はセーフティーパッケージがあればめっちゃ楽になります。これ ACC はオートマだけの機能だと思った方多いと思いますが、これまさかのマニュアルでも使えます。もちろんマニュアルなので速度に応じたギアチェンジが必要ですが、言うて高速だと5速か6速でほぼ対応できるのでめっちゃ楽です。 ACC 使用中のギアチェンジはアクセル踏まずにクラッチ切ってギア切り替えるだけです。これ1回使ってしまうと昭和のクルコンには戻れないですね。
また高速に乗ってフルコンを使うとめっちゃ燃費がいいです。 ACC 使えばリッター20キロぐらい余裕でいきます。街乗りだと13キロぐらいとかですが、高速に乗るとビビるぐらい燃費伸びますので、お財布にも優しいですね。ただこの車まさかの廃屋仕様なので、そこだけ要注意ですね。街中でもリッター10以上はあるので、スズキのカタログに載ってる以上に燃費はいいです。さらにお財布に優しいのが、こちらの車の自動車税が86とかに比べると安いです。1.4 リットルターボエンジンで車重が990キロなので、自動車税は3万500円ですね。これが86になると4万3500円になるので、1万3000円多く税金を取られます。車体価格も安くて燃費も良くて税金も安いので、本当お財布に優しい車だと思います。これまでの話をまとめると、車重が軽くて純正の足もモンローのいいものを使っていて、ターボのおかげで加速も速く、ハンドルもクイックなのでゴーカートに乗ってるみたいな感じで運転していてめっちゃ楽しい。走りに特化したせいで内装とか塗装が弱いとか微妙なところはあるけど、無限にある車外パーツで何とでもなる。純正そのままでもいいけど、少し車外パーツ取り付けることで見た目もさらに良くなる車。長距離移動が楽になる快適装備と、かなり売れてる車なので中古車も豊富にあって庶民に優しいのがスズキのスイフトスポーツですね。新車で買ったとしても割引入れると約200万ぐらいで買うことができて、おそらく次期モデルからハイブリッドになる可能性が大で、こちらの ZC33S が最後の純ガソリン車になる可能性がかなり高いので、もし次期スイスポがハイブリッドで発表されたら、下手したら ZC33S の買い取り価格が上がるかもしれない、そんな車ですね。4年乗ってるんで見た目に飽きたとかは正直ありますが、運転していて飽きたことはないですし、むしろ毎回楽しいので、純粋に走りを楽しみたい方は絶対に買った方がいいと思います。いつ現行の ZC33S の受注が止まるかわからないので、もし気になってる方がいれば早めにスズキのディーラーに行って試乗することをお勧めします。もし今乗ってる車を売ってスイスポ買うって人がいれば、絶対に1社だけから見積もりもらわずに複数社まとめて査定してもらう方が高く売れますので、最近流行りの無料一括査定サービスとか使うことをお勧めします。ネットで乗ってる車の情報を1分ぐらいで入力して、翌日には査定金額がわかるおすすめの無料査定サービスの情報も置いておきますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルではスズキのスイフトスポーツのカスタムやお役立ち情報や旅行の動画など幅広く発信していますので、今回の話が少しでも参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。